UFO の呪い。第一章。偏差。西日の色は日によって違う。その日は赤というよりもくすんだ橙色だった。4時を少し過ぎた教室にはもう授業の気配はなかった。机の上に開かれたままのノート、黒板の隅に残された消し跡、掃除当番が置きっぱなしにした雑巾の湿った匂い、どれもいつも通りの放課後のはずだったが、その日は何かが一段階だけずれているような感じがした。教室にとどまっていた4人の小学生のうちの一人、翔太は窓際の席に座ったまま校庭を見下ろしていた。ブランコは止まり、砂場には誰もいない。遠くで運動部の掛け声が聞こえるが、それもガラス越しに歪んでいる。昨日さ。翔太が言い出したのは誰かに促されたわけではなかった。言葉が勝手に口からこぼれ出たような調子だった。もう一回話しておいた方がいい気がするんだけど。向かいの席に腰掛けていたいつきが視線だけを上げた。何を？ほら、あの家のこと。その言い方だけで空気が少し硬くなる。翔太自身、その変化をはっきり感じ取った。蓮は椅子の背に体を預け、足を組んだまま天井を見ていた。大輝は机の上で消しゴムを転がし続けている。4人とももう一度そこに触れなければならないことは分かっていたが、誰も最初の一言を引き受けたくなかった。別に大したことじゃなかっただろ。そう言ったのは蓮だった。軽く笑いを含んだ声だった。ちょっと古い家で変なテレビがあって、それだけ。だがその言い方はどこか説明を終わらせるためのものに聞こえた。話題を畳むための声だ。樹は教室の後ろの時計を見た。針は進んでいるのに時間だけが足踏みしているような錯覚がある。変じゃなかった。樹が言った。大輝は指先で黒ずんだ練り消しゴムをもてあそびつつ答える。何が？全部。樹の言葉は短かったが曖昧ではなかった。大輝が手の中で転がしていた消しゴムが机の盤面に落ちてペトリと小さな音を立てた。俺さ。大輝は少し考えてから続けた。昨日の夜、夢を見たんだ。別に怖い夢じゃない。でも、起きた時、すごく嫌な気分だった。どんな？翔太が聞く。覚えてない。ただ。大輝は言葉を探すように口を閉じたり開いたりした。夢の中でずっと見ちゃったって思ってた。誰も笑わなかった。蓮はようやく天井から視線を下ろし、3人の顔を順番に見た。その表情には戸惑いが混じっている。それ、俺もなんだよ。思いがけず蓮が言った。朝からさ、なんか取り消せないことをした気がしてる。何を？樹が問う。わからない。でも、例えばさ。蓮は自分の机を指で叩いた。テストで間違えたとか、先生に怒られたとか、そういうのって時間が経てば薄くなるだろ。でも今のは違う。どう違う？ずっと残る感じがする。教室の外を誰かが走り抜けた。廊下の音が一瞬だけ響き、また静かになる。翔太はその静けさの方が気になった。学校という場所は完全に無音になることがない。どこかで必ず誰かの気配がする。そのはずなのに、この教室だけが切り離された箱の中にあるようだった。翔太は声を落とした。俺たち、あの家で何か見たよな。それは確認だった。同意を求めるための言葉だった。樹は少し間を置いてうなずいた。見た。でもさ。蓮が口を挟む。見たって言っても説明できるものだろ。古いテレビだし、昔の映像だし。説明できるかどうかじゃない。樹は珍しく強い口調になった。説明しようとした瞬間に変になる。その言葉に全員が黙った。説明しようとすると何かが逃げていく、あるいは形を変えてしまう。それは4人が共通して感じていたことだった。大輝がふと笑った。なんだよ、それ怖い話みたいじゃん。だがその笑いは長く続かなかった。誰もそれに乗らなかったからだ。今日さ。翔太が言った。帰り道、あの家の近く通らなきゃいけない人いる？沈黙。ただの通学路の話だ。みんな知ってるだろ。あの家行く時に沿って歩いた用水路、あれに並行している道、俺の最短通学路だよ。樹が小さく指で自分を指しつつ言った。
うちは全然違う方向だけど、塾行くとき通る道があそこ近いんだよな。週3回は通る。蓮が続ける。大輝は一瞬ためらってから言った。俺はお母さんかおばあちゃんに買い物頼まれるとあそこの公園横切ってたんだけど、これからは目いっぱい回り道する。その選択に理由はなかった。けれど誰も大げさだとは言わなかった。教室の窓から夕日が完全に引き始める。ガラスに映った4人の顔は少しずつ色を失っていく。な。蓮が最後に言った。もしさ、宇宙。言いかけてやめる。やっぱいい。その続きを誰も聞こうとしなかった。聞いてしまえば何かが確定してしまう気がしたからだ。チャイムが鳴る。鳴り終わると同時に放送部員が子供の声ながらに大人びた言い回しで終業を告げるお決まりの内容を地域に聞こえる音量で流し始めた。学校周辺の皆様、いつも私たち小学生を見守ってくださりありがとうございます。下校の時刻となりました。子どもたちが犯罪や事故に巻き込まれないよう今日もよろしくお願いします。4人はほとんど同時に立ち上がった。机を引く音が重なり、椅子が床をする。教室を出るとき、翔太は一度だけ振り返った。何かを忘れてきたような感覚。だが、振り返った教室はただの空の教室だ。いつもと同じ放課後の空間。それでも、この場所に、もう今までのようには戻れない気がしてならなかった。第2章、工房、その1。つい昨日のことだ。翔太、樹、蓮、大輝の4人の小学生が、その放置された民家に侵入して探索をしたのは、その廃屋は地図に載っていない場所にあるわけでもなかった。野川を人工的な支流で引き込んで作られた水生植物観察ゾーンが特徴的な公園を抜け、用水路に沿って少し歩き、フェンスの切れ目を越えた先、子供たちの生活圏からほんの数分だけ外れたところに、それはあった。前からあったよな。翔太が言った。うん、でも入ったことはなかった。樹はそう答えながら草の伸び具合を見ていた。踏み固められた道はなく、けれど完全に手つかずでもない。誰かが時々ここを通っている。そんな痕跡だった。建物は平屋と2階建てが中途半端につながったような造りをしていた。昭和の終わり頃に流行ったやや大きめの個人宅だったのだろう。外壁は色あせ、ところどころにひびが走っている。瓦屋根の端が少し落ち、軒下には枯れたツタが絡みついていた。意外とでかいな。蓮が言った。昔金持ちだった家じゃね。大輝が冗談めかして言う。だが誰も笑わなかった。家というより使われなくなった箱に近い印象があった。玄関のドアを見ると少年たちを呼び込むかのように指数本ほどの隙間を開けて初めからだらしなく開いていた。鍵はとうに意味を失っているらしく、ハンドルを握って下へ押し込み奥へ押すと、錆びついた長板とドアクローザーの油圧ダンパーから抵抗は受けたが、扉は4人の前に開かれた。中に入った瞬間、匂いが変わる。埃と湿気、そしてかすかに古い畳の匂い。学校や家とは違う時間の止まった空気だった。うわ。大輝が思わず声を漏らす。玄関には靴箱が残っていた。扉は外れかけ、中には片方だけのスリッパ、黄ばんだ子供用の運動靴、底の減った革靴が無造作に突っ込まれている。急に出てったみたいだな。蓮が靴箱を覗き込みながら言った。夜逃げとか？知らん。翔太は靴箱の上に置かれた古いカレンダーに目を留めた。めくられたままのページには平成の若い年号が印刷されている。ずいぶん前だな。廊下は板張りだった。踏み出すたびにギシッと小さくなる。天井の電灯は外され、コードだけがぶら下がっている。壁には子供の落書きのような鉛筆の線が残っていた。家族が住んでいた痕跡が意図せず保存されている。なんか普通だな。大輝が言った。思ってたより。その普通さがかえって落ち着かなかった。壊れすぎていない、荒れすぎていない。人の生活が少し前までここにあったように見える。居間に入ると畳はところどころずくりと沈み、中央には低い丸ちゃぶ台が残っていた。足の一本が折れ、斜めに傾いている。壁際には色あせた座布団が重ねられ、上には黄土色に変色した新聞紙がかぶせられていた。紙面の写真はカラーではなく、
モノクロ印刷であった。テレビ。樹が言った。居間の隅、窓の下に古いブラウン管テレビが置かれていた。黒いプラスチックの筐体は傷だらけで、画面には薄くホコリが積もっている。横にはアンテナの線が絡まったまま床に垂れていた。なんか懐かしい形してるな。レンが笑った。じいちゃん家にあったやつと似てる。翔太はテレビの前にしゃがみ込んだ。画面を指でなぞると指先が白くなる。リモコン、ないな。この時代のは横に大きいダイヤルついてるやつだろ。レンが大きなつまみを回しているらしい仕草を翔太に向かってしてみせる。その時、樹は部屋全体を見回していた。カーテンは半分閉まり、外の光が筋になって差し込んでいる。障子は破れ、向こうの庭が見えた。庭には手入れされなくなって伸び放題になった植木と、逆に立ち枯れているらしい生命感を感じない乾いた植木が複雑に絡み合っており、地面には倒れたままの物干し竿と割れた植木鉢の破片が散乱していた。変じゃない？樹が言った。何が？翔太が顔を上げる。電気。樹は天井を指さした。来てないよな、ここ。誰もがすぐにうなずいた。電線は外され、メーターもない。少なくとも今この家に電気が通っているとは考えにくい。まあ当たり前だろ。レンが言った。じゃあさ。樹はテレビに視線を戻す。これなんでここに置きっぱなしなんだと思う？と一瞬口に出そうとして、自分が言おうとしていることに自分で違和感を感じた。家を出るとき、テレビを持っていかない理由はいくらでも考えられる。重い、古い、価値がない。だが、樹の違和感はそこではなかった。壊れてる感じ、しない。そう言ってから、樹は無意識に首をかしげた。いや、なんて言えばいいんだろ。翔太は立ち上がり、テレビの背面を見た。コードは途中で切れているわけでもなく、ただ、どこにもつながっていない。確かに。翔太は言った。放置されてる割に、まだちゃんとしてるような。大輝が、居間の外にある台所を覗き込んだ。台所も、そのままだぞ。鍋とか、置きっぱなし。住んでた人、どこ行ったんだろうな。レンは、軽く言ったつもりだった。だが、その問いには、誰も答えなかった。答えがないというより、答えを考え始めると、嫌な方向に転がりそうだったからだ。翔太は、再びテレビの前に戻った。つかさ。少し迷ってから言う。これ、つけてみる。その提案は完全に遊びの延長だった。肝試しの一部。昭和レトロな廃屋で古いテレビを触る。それだけの話だ。やめとけよ。大輝が即座に言った。なんか、嫌だ。別に映らないだろ。レンが肩をすくめる。電気も来てないんだし。樹は何も言わなかった。ただ、テレビから目を離さなかった。今の空気がほんの少しだけだが密度を増した気がした。まだ何も起きてはいない。けれど、引き返すなら今しかない。翔太はゆっくりとテレビの側面近くに手を伸ばした。その瞬間、彼はうっすらと感じた。ここから先は昨日までと同じではなくなる。だが、その感覚を言葉にすることはしないまま、行動が先に立った。第2章、工房、その2。リビングの中央に置かれたアナログテレビは、廃屋の中でそこだけ、物としての存在感が強かった。古い木目の外装は湿気で膨らみ、角が白くすり減っている。チャンネルのつまみは金属が露出し、指先に触れると、ひやりとした。画面のガラスは埃で曇っているのに、どこか拭けばすぐ生き返るような艶が残っていた。翔太がスイッチに手をかけた瞬間、樹は反射的に、やめとけよ。と言いかけた。理由はない。理由がないから声が出た。でも翔太は子供が見つけた宝物に触る時の顔をしていた。勇気というより癖だった。怖いものを怖いと認める前に確かめる癖。カチッと小さくなった。それだけで終わるはずだった。電気など来ていない。照明のスイッチは死んでいる。どこのブレーカーも落ちたままだろう。だからそれ以上のことなど起こる道理はない。なのに画面の奥で一つ点が生まれた。点は線になり、線が膨らみ、白い光が広がる。暗い部屋の壁紙にフルフルとした明るさがにじんで、4人の顔を下から照らした。樹は自分の方の冷たさに気づいた。
心臓が一拍遅れてからやけに大きくなり始めた。ザー、音が来た。古いテレビ特有の砂嵐の音。空気の粒がぶつかって割れるような乾いたノイズ。部屋の埃がその音に反応してかすかに舞い上がる錯覚がした。着いた。大輝がほとんど息だけで言った。言葉にすることで現実にしてしまうのが怖いみたいだった。樹は背後を振り返った。暗い廊下の奥はさっきまで何もない暗さだったのに、今は何かを隠す暗さに見えた。廃屋という入れ物が音と光を与えられて息を吹き返したように思えた。おかしいだろ。照明つかないのに、なんでテレビだけ。樹の声は思ったより高かった。翔太は返事をしない。画面を見つめている。蓮も目が離せない。大輝は半歩下がり、いつでも逃げ出せる姿勢をとっていた。ザー、ザー。砂嵐の白黒はただの乱れではなかった。画面の奥にうっすらと模様のようなものが見えた。最初は気のせいだと思った。けれど目が慣れてくると、乱れの中に一定の周期がある。白が寄って黒が引いて、また白が寄る。波のように。そして波が唐突に割れた。砂嵐の中に絵が混ざった。古い色。今のテレビみたいな鮮やかさではない。赤は汗、青は緑により、肌色は灰色の膜をかぶっている。それでも人の輪郭だけははっきりしていた。画面いっぱいに映る手書きのテロップ。角張った白文字。昭和のバラエティ番組で見るようなあの字体。画面の隅に小さく放送している局のロゴが見て取れる。けれどどの局のものか思い出せない。見たことがあるはずなのに名前が出てこない。ナレーションが始まった。男の声。深くて落ち着いていて、どこか得意げな調子。古い録音特有のざらつきがある。ノイズの海の底から浮かび上がってくるみたいに言葉が遅れて耳に届く。今夜お送りします特別番組は未確認飛行物体。樹はゾワッとした。番組だ。確かにテレビの番組だ。砂嵐の中から古臭いテレビ番組が現れた。アメリカ各地で相次ぐ目撃、軍の機密、消された報告書、目撃者たちの証言。画面は切り替わる。夜の空、単焦灯、フェンス、基地の門。いかにもそれらしい秘密基地の映像。白黒の写真が挿入され、細部に注目を促す赤い丸にカメラが接写する。まるで囲まれた範囲に目を細めても、そこにあるのは因果紙のきつい流浄感だけだ。UFO らしき光、人々の顔、興奮した群衆、スーツ姿の男が口を強く結んでいる。あまりにそれっぽい。誰でも一度は見たことがあるような UFO 特番のお決まりの演出。それが逆に怖かった。お決まりの嘘の作法をこんな場所で、こんなタイミングで、こんなに当然の顔でやっている。これ、いつの番組だよ。大輝が言った。問いかけというより自分に言い聞かせる声だった。昭和だろ、多分。翔太が小さく答える。翔太は怖がっていないみたいに見えた。でも樹は知っている。翔太が怖い時ほど声が静かになることを。そして我々が掴んだある証拠。ナレーションの声がほんの少しだけ嬉しそうに弾んだ。その瞬間、樹の背中に汗が浮いた。誰かが見せたいのだ。4人に、画面に砂嵐が戻りかける。ザー。だが完全には戻らない。乱れの奥に輪郭が残っている。輪郭は線だ。線は円だ。アダムスキー型の円盤。玩具みたいに滑らかな銀色。中心が盛り上がり、上に小さなドーム。下に3本の足。いや、足のような影。古い特撮の模型のようにも見える。でも、その模型っぽさが逆に現実を削ってくる。こんな軽い形が現実の空に存在していいはずがない。樹は喉が渇いて唾が飲み込めなかった。画面の中の円盤は空に浮いている。なのに揺れがない。飛行機のような振動もカメラのブレもない。浮かんでいるというより張り付いている。空に穴が開いてそこにはめ込まれた部品みたいに。次の瞬間、ノイズが一段大きくなった。ザー、音が近づいた。テレビの中の音ではなく、部屋の音として耳の奥に押し込まれる感じ。4人の鼓膜が同時に押され、空気が重くなる。ジュは思わず耳を塞いだ。塞いでも音は逃げない。音が耳の外から来ていない。頭の内側、骨の中で鳴っている。
画面の砂嵐の中を見つつ、4人はふと思う。画面を見ているのは自分たちなのに、逆に砂嵐側が自分たちを見ている、覗き見ているような感覚。樹は背筋が固まった。脳が理解を拒む時に起こる、あの一瞬の静止。体が先に逃げろと言っているのに、頭がなんだそれと足を止める。何今の。レンが声を漏らした。レンの声が震えていた。レンが震えるのを、樹は初めて見た気がした。レンは普段、怖がりではない。むしろ、怖がりをバカにする側だった。そんなレンが、泣きそうな顔をしている。画面が切り替わる。さっきまで、番組、だったものが、急に、中継、になる。説明が消える。テロップが消える。ナレーションが消える。代わりに、映像だけが残る。夜でも昼でもない。どこかわからないサイドの低い空。そこに、同じ円盤が浮いている。今度は、もっと撮影しているカメラに距離が近い。ドームの表面が光を反射している。質感が、やけに生々しい。金属というより、濡れた骨に近い。樹は確信してしまった。これは録画じゃない。今、だ。今、こちらを見ている。息を吸おうとした時、喉が詰まった。空気が薄い。部屋の酸素が奪われたみたいだ。樹は咳込みそうになったが、咳が出ない。体が音を立てることを拒んでいる。その時、テレビの音がふっと静かになった。砂嵐が弱まる。そのまま、力なく映像の輝度は減衰していき、ブラウン管の画面には何も映っていない状態となった。ブラウン管の湾曲した表面には、薄暗い室内へ漏れ落ちている。窓や廊下からの細く弱い光だけが反射していた。部屋の中の温度がわずかに下がった。冷房の冷え方じゃない。肌の表面が冷えるのではなく、骨の中が冷える。人間の体がここにいてはいけない場所に入った時の冷え方。帰ろう。大輝が言った。叫びではない。泣きそうでもない。ただ、命令だった。誰かが命を守るために出す最低限の言葉。翔太はまだ画面を見ている。樹は翔太の横顔を見た。翔太の目が少しだけ潤んでいる。怖いからではない。何かを見てしまった。人間の目だ。知らないものを知ってしまった目。翔太。樹が翔太の名前を呼んだ。出よう。樹は叫んだ。やっと声が出た。その声は自分のものではないかのような響きで、樹自身の耳に返ってきた。廃屋の壁に反響し、廊下に吸い込まれ、家の奥へ消えていく。まるで家そのものが樹の叫びを食べたみたいだった。4人は走った。廊下の床板がきしむ。何度も沈みそうになる。壁の障子の桟が折れて、紙がビリビリと破れる音がする。誰かの肩が柱にぶつかり、鈍い音がした。痛みの感覚が遅れてくる。痛いより、怖いが先に来る。玄関の扉の動きは入ってきた時と同じく重く、長板とクローザーのダンパーは、少年たちの一瞬でも早く外に出たい気持ちに対して無機質に抵抗した。翔太が肩で押し、樹と蓮は扉の下の方を全力で外へ蹴った。なんとか小学生一人が体を横にすれば通れる程度の隙間を押し広げると、4人は次々にそこから転がり出た。外の空気がどっと肺に流れ込んできた。肺に空気が入る感覚が生きている感覚につながった。4人はさらに庭へと足をもつれさせながら駆け出した。草が足に絡みつく。夕方の光が眩しい。眩しいのに暗い。世界は普段のままだった。空も木も遠くの団地も何も変わっていない。変わったのは自分たちだけだ。樹は感情に反して背後の廃屋を振り返ってしまった。見たくないのに見た。廃屋の窓は真っ黒で内側が見えない。だが見えないはずの暗さの中にこちらを見ている何かの気配が残っているような気がした。レンが息を切らしながら言った。俺たち、なんか、見ちゃったよな。誰も否定できなかった。翔太は唇を噛んでいた。大輝は泣きそうな顔を必死で隠していた。樹は自分の手が震えているのを目で見て、ようやく手だけでなく自分の全身がわなないていることに気がついた。廃屋へ向かう時とは一転して、帰り道では誰もほとんど何も言わなかった。なかったことにしようと言い出したい衝動が起こっても、口にできなかった。言った途端に、なかったことにできる気分でないと、全員が分かってしまうから、4人共通の帰り道の途上にある団地へと続く、夕暮れの坂道はいつもと同じ景色だった。子供たちの遊ぶ声がして、遠くで犬が鳴いている。ベランダには洗濯物が揺れている。
ここは安全なはずの世界だ。なのに樹は頭の中で廃屋のテレビから聞こえてきたあの声をもう一度聞いていた。そして少年たちはふと理解した。あの廃屋から逃げ出したのではない。あの廃屋を連れて帰ってしまったのだ。第3章、レンの死。団地の廊下は夕方になると風が通る。建物の間を抜けてくる風がコンクリートにこもった昼の熱を押し出し、少しだけ涼しくなる。その日はそんないつもの夕方だった。レンはランドセルを背負ったまま3階の廊下を歩いていた。学校から帰る途中、寄り道はしていない。公園にも行っていない。家に313号室にまっすぐ帰るつもりだった。足音が一定の間隔で響く。自分の足音だけだ。団地の廊下は長い。左右には同じ形の玄関扉が並び、ところどころに子供用の自転車や新聞とチラシの束、漫画雑誌と大衆紙などが紐で縛られて床に置かれている。さらにその横には出前で注文したそばやラーメンのいくつかの丼が回収に回ってくる店員を待っていたりもした。廊下に面した窓を覆う防犯用の格子にはその部屋の家族構成を表すように大小の雨傘がかかっている号室もある。レンはそれら一つ一つの部屋の特徴を目で追うのが好きだった。ほとんどの部屋の住人の顔を知らなかったが、部屋の外から伺える生活の気配をいつも通り感じると、自分の家族の部屋だけでなく団地の建物全体から安全な日常をいつもは感じられるからだった。しかし今日のレンには昨日のことが頭の片隅に引っかかっていた。廃屋、テレビ、砂嵐。思い出そうとすると細部がぼやける。はっきりしているのは見たという感覚だけだ。内容よりも感触だけが残っている。冷たさ、音、視線。くだらね。レンは小さくつぶやいた。自分に言い聞かせるための声だった。廊下の突き当たりに差し掛かった時、廊下をわずかにだが流れていた風が止んだ。それだけなら珍しいことではない。けれど止まり方が不自然だった。空気がピタリと固まる。音が消える。遠くの車の音も子供の声も犬の鳴き声もすべて。レンは足を止めた。耳鳴りがした。高い音ではない。むしろ低く地面の奥から響いてくるような音だった。振り返る。何が起こっているわけでもない。何もいない。廊下はいつも通りだった。廊下にやや雑然と置かれている雑多な日用品がそこにあるだけ。生活の痕跡が並んでいるのに、誰も部屋から出入りするわけでもなく、部屋の中の気配もなく、時間が気だるく停滞しているように感じる時間が団地にはよく訪れる。レンはもう一度歩き出そうとする。違和感があった。足が動かない。体が重い。ランドセルが異様に重く感じる。肩に食い込む感触が急に現実味を帯びた。おい。誰かに呼びかけるように声を出しかけた。だが声は喉で止まった。廊下の向こう側に違和感があった。何かがあるわけではない。誰かが立っているわけでもない。ただ空間の密度が違う。遠近感が狂ったように廊下が妙に長く見える。同時にすぐ目の前まで迫っているようにも感じる。レンは目を細めた。見間違いだと思いたかった。次の瞬間、視界の端が歪んだ。壁がわずかに内側へ傾く。床が中央に向かってほんの少しだけ盛り上がる。は？理解が追いつかない。錯覚だ。疲れているだけだ。そう思った瞬間、反対側の壁も同じように内側へ寄ってきた。音はない。振動もない。ただ距離が縮んでいる。レンは後ずさろうとした。だが背中が何かに触れた。触れたはずの壁はまだ遠い。なのに背中には圧がある。息が吸えない。視界がじわじわと暗くなる。暗くなるというより狭くなる。廊下が箱になる。箱がさらに小さくなる。急激な視野狭窄が起こっていたが、小学生のレンはまだそんな言葉は知らない。レンは叫ぼうとした。声を出せば誰かが気づく。母親が、近所の誰かが玄関から顔を出す。出してくれるかもしれない。出してほしい。だが声が出ない。喉が閉じているわけではない。声という行為そのものがどこかへ持っていかれた感覚だった。狭まった視界の中央に影が落ちた。人の形に似ている。だが人ではない。輪郭が定まらない。影は影でしかないはずなのに、そこに意志があると分かってしまう。レンの頭の中に昨日のテレビの砂嵐が重なった。
ザーという音。画面の奥に感じてしまった存在。あの時、もしあれが人の姿や顔で見えてしまっていたら、あの時は見なかった。見ないで済んだはずだった。違う。レンは心の中で言った。違う。これはテレビじゃない。廃屋じゃない。ここは自分の家だ。帰り道だ。いつもの団地だ。違うはずだ。その否定が最後だった。圧が急に強くなる。体が前後から挟まれる感覚。だが、痛みはない。痛みがないことが異常だった。骨がきしむ音もしない。筋肉が裂ける感触もない。ただ、位置が奪われていく。自分がどこに立っているのかわからなくなる。上下も左右も曖昧になる。レンは最後に思った。あ、これ、戻れないやつだ。次の瞬間、視界が完全に暗転した。翌日、レンは学校に来なかった。それだけが事実として残った。誰もあの廊下で何が起きたのかを見ていない。昭和に建てられた古い団地で、各階ごとに設置された近代的な防犯カメラ設備もない。目撃者もいない。ただ、同日に団地の3階の廊下で、レンは見つかった。それ以上のことは、まだ誰も知らない。第4章、光景。朝の教室はいつもより明るかった。曇りのはずの空から妙に白んだ景色のサイドを奪う光が差し込んでいた。翔太が教室に入った時、最初に感じたことは机が多いということだった。しかし正確には冷静に机の数を数えたとしたら、いつもと同じ数の机が並んでいる。けれど、どれもが少しずつ余っているような感覚を与える。なぜなら、人が一人分足りないからだ。レンの席は空いていた。黒板に何か普段と違うお知らせが書かれているわけでもない。ただ、誰も座っていない机がそこにある。レン、休み。樹が小声で言った。翔太は首を横に振った。理由はない。けれど、樹が聞いているような意味での欠席ではないような気がしたからだ。そもそもレンが学校を休んだことなど、翔太が思い出せる範囲ではなかったことだ。チャイムが鳴り、担任が入ってくる。いつもと同じように出席を取り、連絡事項を淡々と読み上げる。その途中で、一瞬だけ言葉が止まった。先生は名簿を見下ろし、次に教室を見回した。昨日、学校近くの団地で事故がありました。その言い方は天気の話に近かった。声の高さも速度も普段と変わらない。レン君がその事故に巻き込まれ亡くなりました。それだけだった。教室が静かになる。悲鳴も泣き声も上がらない。ざわつきさえほとんど起きない。誰かが椅子を少し動かした。その音がやけに大きく聞こえた。詳細は現在調査中です。先生はそう言って名簿を閉じた。では教科書を開いてください。授業が始まった。翔太は教科書を開くことができなかった。文字が目に入ってこない。頭の中で先生の声だけが反響している。事故、亡くなりました。その言葉は意味として理解できる。だが実感としてはどこにもつながらない。樹はレンの机を見ていた。昨日までそこにレンが座っていた。肘をつき退屈そうに窓の外を見ていた。それがなかったことのように扱われている。昼休みになっても状況は変わらなかった。誰かが泣くこともない。担任の先生が改めて説明することもない。緊急の全校集会が開かれ、校長先生からお話があるというようなことも起こらなかった。こんなもんか。大輝が給食のパンを持ったまま言った。こんなもんだっけ。何が。クラスのやつが死んだらもっと。言葉が続かなかった。翔太も同じことを思っていた。サブスクのドラマや映画やアニメや漫画で見る誰かの死はもっと派手だ。泣いて叫んで時間が止まる。現実は止まらない。給食の時間は進み、掃除の時間が来て、昼休みが終わればまた授業が始まる。レンの机は片付けられなかった。けれど使われもしなかった。誰かがそこに物を置くこともない。いたずらで落書きされることもない。そこにあることだけが丁寧に維持されている。花入れた瓶、机に置くとかしないんだな。樹が言った。しないとおかしいかよ。大輝が聞き返す。わかんないけど、ドラマとかで見たのと違う。翔太は教室の後ろを見た。掲示板に貼られたプリントは
昨日のままだ。行事予定表も変わっていない。世界は蓮の死を処理している。だが受け止めてはいない。放課後、3人は校舎裏に集まった。誰かが招集をかけたわけでもない。気づいたらそこに集まっていた。事故ってさ、大輝が言った。団地の廊下で倒れてたって。倒れてた。翔太が聞き返す。うん、それ以上はわからない。警察も来た。救急車も来た。親も近所の人もいた。けれど誰も見ていない。変だよな。樹が言った。団地の廊下で倒れてたなら、誰も何も見なかった、聞かなかった、気づかなかったなんてことあるかよ。蓮の団地、部屋の数すごく多いじゃん。たくさん人だっているだろう。でも警察も何にもわからないってみんな話してるよ。だから変なんだろ。3人は黙った。樹の頭の中に最近忍び込んだ廃屋での景色が浮かぶ。テレビの砂嵐、その上に映った昭和じみた特別番組。蓮はあの後一人だった。誰にも見られず、誰にも気づかれず。なあ、翔太が静かに言った。もしさ、またその言葉だった。もしあれと関係あったらどうする？樹はすぐに答えられなかった。答えたくなかった。だが否定もできなかった。関係ないって言える？大輝が小さく言った。言えなかった。蓮の死は現実の出来事として処理された。事故として書類に残る。数字になり記録になる。けれど3人の中では違った。それは事故では終わらない。社会は平然としている。学校は何事もなかったように進んでいく。だからこそ3人は理解した。助けは来ない。誰かが説明してくれることもない。誰かが間違いだと言ってくれることもない。蓮は死んだ。それだけが確かな事実だ。そして死んだ理由だけが宙に浮いている。3人はその宙に浮いた空白を自分たちで見続けなければならない場所に立ってしまったのだと悟った。世界は何事もなかったように次の一日へ進んでいた。第5章138億年。市営図書館の空気は冷たくて乾いていた。学校の図書室よりも静かで、音が立ち並ぶ本棚へ吸い取られていく感じがする。ページをめくる音さえ遠慮がちに響く。翔太、樹、大輝の3人はこの場に蓮がいない違和感を引きずりながら並んで机に座っていた。これ。翔太が古い雑誌を指で叩いた。表紙には色あせた写真と大きな文字が躍っている。緊急特集、UFO は実在する。使われているフォントの形状はやぼったく角張り。インクは染み、明らかに時代が違う。昭和の匂いがする。廃屋で見たテレビ番組と同じ感じの古臭さだな。大輝が言った。これは本だけどさ、あのブラウン管のテレビに映ってた番組もそっくりな作りだった。雑誌をめくると白黒の写真が並ぶ。夜空の光点、アメリカの空軍基地のものであるらしい高いフェンス、円盤のスケッチ、証言者が記憶を頼りに描いた様々なタイプの宇宙人の似顔絵。どれもうさんくさいのに妙な迫真性がある。当時こういうの流行ってたみたいだね。翔太は言った。オカルト番組とか UFO 特番とか、今みたいにネットもないから見た人たちの方もファクトチェックなんかいい加減で、テレビが言ったことを昔はみんな信じやすかったって何度も聞いたことあるぞ。さらに雑誌をめくると奇妙な挿絵が目に入った。人の形に近いが少年たちの今までの人生で見た何にも似ていない姿がそこに印刷されていた。頭部は大きく、肩が不自然に張り出し、背中からは雫型の板が頭の上までせり出しているが、何を意図した形状なのかまるでわからない。西洋絵画に描かれた天使の降臨を連想させるようでもあり、東洋の仏像の後輩にも見える。下半身はスカートのような形状をしているために、性別的な記号性も混乱した印象を見る者に与える。手と指は猛禽類のように細く鋭い見た目をしており、意味ありげに、しかし同時に何の解釈も不能な、中空をまさぐるようなポーズをとっている。挿絵だと初見では判じたが、オリジナルの図版のコピーを重ねて画質が劣化しただけで、もともとは実写の写真であったような雰囲気も持ち合わせていた。うわぁ、なんだ、これ。翔太が思わず言った。外国の怪物のはずなのに、
なぜか日本的なものも連想してしまう。寺や仏壇で見た記号か彫刻とどこか似ている気がした。ページの端に太い文字で名前が書かれている。フラットウッズモンスター。翔太はその名前を声に出さなかった。だが一度見た形と名前が今後妙に頭から離れなくなる予感を持った。樹は別の本を開いていた。今度は先の雑誌とは全く違う雰囲気の落ち着いたデザインの表紙の本だった。天文関係の新書らしい。タイトルの下にも小さく専門書らしい文字が並んでいる。なあ、樹が言った。あの家でさ、テレビが映った時何度も白黒の細かい点がいっぱい映っていて、ジャリジャリした見た目と落としてた画面、覚えてる？翔太が顔を上げた。昔のテレビってみんなあの画面になる時あるよな。電波が拾えてないってことなんだろうけど、何なんだろうね、あれ。樹は新書のページのいくつかにしおり代わりに指を挟み込んでいた。その中の一つを開いて続ける。今のテレビだと、映らない時は受信できませんって画面に文字で表示されるだろ。俺もノイズしか映っていないあの状態って初めて実物を見たよ。あれってさ、見た目から何も映っていないように見えるけど、実際はむしろテレビの電波が受信できるあらゆる信号を拾って表示してしまっている状態なんだ。翔太が少し身を乗り出した。受信しているんだ、あれで。これ宇宙の話につながっていくんだ。宇宙背景放射ってものがあるらしいんだけど。樹は言葉を選びながら説明した。昔のアナログテレビってさ、アンテナが空中の電波を拾ってるだろ。放送局の信号がないとき、画面がザーってなる。スノーノイズってのが正しい呼び方らしいよ。いわゆる砂嵐って呼ばれているやつだね。ジャミジャミって呼んでる人も聞いたことある。俺はザーってやつって呼んじゃってるけど。翔太がうなずきながら答える。で、そのザーの正体の一部が宇宙背景放射なんだって。翔太と大輝は初めて聞く単語の意味を想像して眉を潜めた。文字面から宇宙から来ているものとだけ察しはついたが、混乱した翔太が聞き返す。一部、宇宙の何なの？全部じゃないんだ。でも混ざってる。樹は指で新書のページから一行をなぞった。宇宙背景放射ってビッグバンの名残なんだ。宇宙ができた直後に宇宙全体に放たれた電磁波、その残りが今になっても宇宙に満ちている。宇宙ができた直後に、それどのくらい昔の話？大輝が聞いた。138億年前。一瞬の沈黙。138億年。大輝は樹が告げた言葉を自分でももう一度口にした。それ想像できる？できなかった。樹は続ける。で、アナログテレビのザーのだいたい 1% くらいがその宇宙背景放射なんだって。 1%。 翔太が言った。少なくない？最初俺もそう思った。樹は顔を上げた。でもさ、138億年も前の、しかも宇宙ができた直後の信号がそこら辺にある古いテレビをつけるだけで 1% も混じって入ってくるんだぞ。大輝の背中にじわっと冷たいものが走った。それすごくないか？すごいっていうか。翔太が言葉を継ぐ。気持ち悪い。樹はうなずいた。つまりさ、ザーって意味のないノイズじゃないんだ。情報ってこと？そう、情報を持った信号。翔太は廃屋のテレビを思い出していた。電気が来ていないのについた画面、砂嵐の奥に浮かび上がってきた番組。昭和の UFO 特番のように見えたあの映像。もしあれが砂嵐が宇宙背景放射を拾うのと同じ原理で宇宙から送られてきた信号だったとしたら、しかもそれが偶然ではなく悪意を持って送られたものだったとしたら、138億年も昔の電波を受けることができるならば、138億年前から現在に至るまで悪意ある送信があった可能性が存在することになる。じゃあさ、翔太が言った。廃屋で見たあれって放送局の電波じゃなくて宇宙から来た信号を見てたってことも。樹は翔太に向かってすぐには否定しなかった。否定できなかった。理屈の上ではあり得る。その一言が翔太と大輝には重く内臓に落ちてくるように聞こえた。テレビは電波を映像に変換する機械だろ。アンテナが拾った信号を絵にする。大輝が震える声で
樹と翔太の会話に加わる。じゃあ、宇宙から来た信号が、たまたま、番組みたいな形、だったら、蓮がここにいたら、ツッコミでも入れて、笑いに変えてくれたのだろうか。蓮はもういない。たまたま、っていうか、樹は、声を落とす。もし、最初から、人間に理解できる形、で送られてたら、翔太の喉が鳴った。見せるために。うん、樹がうなずく。翔太は、少し笑おうとして、失敗した。あれ、俺たちを怖がらせるために送られてきたんじゃないのか。昭和の UFO 特番みたいな形でなら地球の人間にもわかるって。少し間を置いて、樹はつぶやくように言った。怖がらせるためじゃない。理解させるためだ。図書館の静けさが急に怖くなる。周りには人がいるのに、3人だけが切り離された場所にいるような感覚があった。樹は、テレビの電源への電力供給の不自然さについても、翔太と大輝に自説を投げかけた。電気が来ていないのに着いたのではなく、着くように送られてきたのではないか、と。誰も、すぐには言葉を返せなかった。大輝が、机の縁を強く握った。声は、ほとんどかすれていた。じゃあさ、誰に向けたともわからない独り言みたいに、続ける。宇宙から、俺らへ狙いすまして送られた。呪いの電波だったら。その言葉は、誰にも否定されなかった。昭和の UFO 特番ってさ。翔太が雑誌を指で押さえる。やたらと断定的なんだよな。そう思わね。UFO は存在する。彼らは地球を監視している。不安を煽るっていうより。大輝が翔太の言葉を引き取るように続けた。みんなは知らない秘密を放送している側はもう知ってる前提で話してる感じ。樹は背筋に嫌なものがますます積み上がっていくのを感じた。また聞くけど、もしさ、樹は声を落とした。宇宙からの信号が完全なランダムじゃなくて、一度言葉を切る。さっき言ったみたいにさ、人間に理解できる形で来てたら。理解。翔太が繰り返す。理解したらどうなる？樹は答えなかった。答えはもう出ている気がしたからだ。理解するイコール受信する。受信するイコールつながる。知識ってさ、大輝がぽつりと言った。普通は守ってくれるものだと思ってた。テストの点とか将来とか。翔太が薄く笑おうとして再び失敗した。顔がこわばって口角が上がらない。こわばった顔のまま翔太が言った。でも、これ。樹は目を伏せた。知った時点で、もうなんていうか、アウトなんじゃないか。3人は同時に廃屋のテレビを思い出していた。あれは怖がらせるための映像じゃない。理解させるための形式だった。彼らが見たものが放送事故でも偶然の映像でもない。宇宙から送り込まれた明確なメッセージだった可能性。蓮が死んだ。それは事故として処理された。だが、その裏で理屈が静かに形を成し始めている。科学は説明してくれる。世界がどう始まり、どう広がってきたか。けれど、その説明が今起きていることを否定してくれない。むしろ、あり得る、と言ってしまう。調べなきゃよかったな、大輝が言った。うん。翔太も言った。でも、もう遅い。本を閉じる音が図書館に小さく響いた。第6章、衝動。墓地は昼間でも静かだった。音がないわけではない。遠くを走る車の音、風に揺れる木の葉の擦れる音、どこかの民家の生活音。それらすべてが、ここでは一段階だけ遠い。夏の終わりの午後、日差しはまだ強かったが、風は少し涼しく、秋の気配が漂い始めていた。大輝は、両親と共に蓮の墓参りに訪れていた。蓮の死から数日が経ち、家族ぐるみで親しかった蓮の家族との約束を果たすためだ。大輝、大丈夫かい？と母親が気遣って尋ねた。うん、大丈夫。と大輝は答えたが、その声には力がなかった。蓮が亡くなってから、彼の心には常に重苦しいものがのしかかっていた。墓地に着くと、蓮の家族がすでに墓石の前に集まっていた。両親は蓮の家族と挨拶を交わし、やがて一同は蓮のために手を合わせ、祈りを捧げた。墓石は新しかった。黒く、磨かれた面が空を映している。刻まれた蓮の名前は、まだ白く、くっきりとしていて、
そこに違和感があった。名前だけが先に定着してしまい、本人が追いついていないような感じ。手を合わせ、線香を置き、頭を下げる。大輝も見よう見まねで同じことをした。その後、大人たちはお寺の本堂へと移動し、ささやかにお菓子とお茶で休憩をとっていた。大輝も誘われたが、彼は、外にいるよ。と言って一人で墓地に残った。大輝は、仲の良かった蓮のことを彼なりに思い出しつつ、再び蓮の墓前に戻ってきた。彼はぼんやりと墓石を見ながら、一度癖になってやめていた。親指の爪で他の指の爪をパリパリと弾く仕草を落ち着かなく繰り返していた。大輝は、蓮が亡くなってから、自分の呼吸が常に浅いままになっているような気がした。その時だった。大輝はふと、周囲が異様に静まり返ったことに気づいた。風さえも止んだように感じられ、耳に届くのは自分の鼓動だけだった。なんだ、この感じ。大輝は不安に駆られ、目を凝らした。すると、蓮の墓石の前に何かが浮かんでいるのが見えた。灰皿ほどの大きさの円盤型の物体が、銀色に光りながら空中に浮かんでいた。大輝はその異様な光景に釘付けになった。まるで現実とは思えないほど奇妙な光景だった。円盤は無音で静かに漂い、その表面は光を反射して輝いていた。大輝は恐る恐るその物体に近づこうかと思ったが、しかし、足がすくんで動けなくなった。その時、大輝の頭の中に声が響いた。誰のものかわからないが、冷静で静かな声だった。違うよ、大輝。人間は死ぬと、ね、みんな UFO になるんだよ。その言葉に、大輝は全身が凍りつくような感覚を覚えた。彼は思わず目を閉じ、恐怖に震えた。再び目を開けた時には、その円盤は消えていた。最初から何もなかったかのように線香の煙が、ゆらゆらと中空へ立ち上っている。今のは、何だったんだ。大輝は震えながら蓮の墓石を見つめ続けたが、もう何も起こらなかった。聞こえた、かのように感じた言葉は、感情を伴っていなかった。悲しみも、怒りも、諦めもない。優しいとも言える声だった。叱るでも、脅すでもない。子供に、当たり前のことを教える調子。ただの事実として、宣告された。理由も根拠もない。なのに、大輝は確信していた。小さな円盤は、蓮の墓を壊していない。線香も、花も、墓石も、そのままだ。けれど出現以前にはあったはずの墓である意味だけが消えている。大輝の視界がわずかに揺れた。否定したい。そんなはずがない。人は死ぬと墓に入る。供養されて成仏してあの世へ行く。それが当たり前だ。当たり前だった。小さな円盤は何もしていない。攻撃も接触も変形もない。ただそこに浮いていただけだ。たった一言言葉を投げかけただけだ。しかしそれだけで、今まで大輝の中に幼いながら持っていた死の仕組みへの直感的認識を破壊した。やがて大輝は恐怖を振り払うようにして立ち上がり、急いで本堂に戻った。しかし、その体験は心に深く刻まれ、彼を悩ませ続けた。数日後、大輝はその体験を翔太と樹に打ち明けた。3人は放課後の教室で静かに話し込んでいた。蓮のお墓の前で、小さい、これくらいの UFO を見たんだ。大輝は両手で茶碗程度の大きさを作りながら小さな声で言った。あれが浮かんで、僕に話しかけてきたんだ。翔太と樹は顔を見合わせ、言葉を失った。どういうことだよ。翔太が言った。UFO が、蓮のお墓の前で。信じられないかもしれないけど、本当なんだ。大輝の声は震えていた。あの時、僕は、蓮の声を聞いた気がしたんだ。聞いたその時は、誰の声か気づかなかったんだけど、後になってから分かったんだ。あれは蓮の声だったと思う。それって、蓮が何か言ってきたってこと？樹が慎重に尋ねた。人間は死ぬと UFO になるって。大輝は目を伏せ、恐怖に震えた声で答えた。そして大輝は続けた。怪人やお化けみたいな宇宙人や UFO も怖いと思ってたし、蓮みたいに死ぬことも怖いけど、あの時気づいたんだ。あの廃墟の家でおかしなことになったせいで、僕たちは普通の人みたいにお墓に入ることも、幽霊になることもできなくなってるんだ。それが、一番怖いんだ。翔太と樹は、しばらく沈黙して大輝の話を反芻していた。彼らも、あの廃屋での出来事から、何か大きな力が動いていることを感じ始めていた。
大輝は翔太と樹に蓮の墓前での体験を話せば気持ちが晴れるかと思っていた。しかしこうして二人に伝えても心の重さには変化がなかった。頭の中にはまだ声が残っていた。人間は死ぬとみんな UFO になるんだよ。その言葉は大輝の中で恐怖から次第に別種の感覚へ変化しつつあった。絶望でもなかった。謎かけでもなかった。定義だった。死とは何か。人間はどこへ行くのか。その答えが日本のありふれた墓地という場所であまりにも軽く違う方向へ提示されてしまった。大輝はその日の帰り道、何度も自分の手を見た。まだ人間の手だ。指も爪もちゃんとある。それなのにいつかそれが別の保存形式に変わることを大輝にはもう疑えなくなっていた。第7章、摂理の断片。夏休みの終わりが近づいた午後、公園の茂みで4人の子供が遊んでいた。団地の端にあるその公園は特別な場所ではない。ブランコが2つと錆びた滑り台があるだけの小さな空き地のような場所だった。ゆうた、りな、けんた、まなみは鬼ごっこに夢中になっていた。ここ、隠れやすいよ。りなが日陰になった茂みに身をかがめた拍子に何か硬いものに触れた。思わず手を引っ込める。何これ。茂みの短い枝を押しのけて足元を見ると、地面から茂る芝生と雑草に半分埋もれて銀色の物体が転がっていることに気がついた。リナは少し変わった形の洗面器なのかという程度の認識で、一瞬不潔ではないかだけを確認した後、両手でそれを持ち上げた。上に持ち上げた瞬間はずっしりとしたのに、一旦地面から持ち上げてしまうと、見た目通り洗面器ほどの重さしかない手応えに重量が変化したような奇妙な感触があった。UFO じゃん。健太が笑いながら言って、さらに付け加えた。模型でしょ。すごくよくできてるけど、映画とかテレビの撮影用じゃない？ゆうたが円盤を覗き込み、感心したように声を上げる。うわ、すごい。すっごく精巧にできてる。こんなの、普通、落ちてないよな。まなみもうなずいた。私たち、いいもの見つけたかもね。4人は円盤を囲んだ。重さは見た目以上にあり、安っぽさは全くない。だが、冷たくはなかった。金属のはずなのに、触れても体温を拒む感じがない。持って帰ろうぜ。健太が言うと、リナが首を振った。ダメだよ。こんなによくできてると高そうだし、こっそり持って帰ったら、後で怒られるかもしれない。少し考えてから、ゆうたが言った。大人に見せた方がいいよ。スーパーの人とか、団地の管理人室の人とか。結局、ゆうたとリナが大人を呼びに行くことになり、健太とまなみがその場に残ることになった。二人きりになると、さっきまでの騒がしさが急に引いた。風に揺れる草の音が、やけに大きく聞こえる。健太は円盤を見下ろし、まなみはその横にしゃがみ込んだ。なんかさ。健太が言いかけて言葉を止めた。その時、円盤の縁がかすかに光ったように見えた。今、光らなかった。二人は同時に身を乗り出した。円盤の表面に小さな明かりがついたように見える。錯覚かもしれないと思う程度の弱い光だった。模型に、こんなのついてる。まなみが不安そうに言う。健太は答えず、円盤の側面を見た。そこに、爪の先ほどの小さな窓のような部分があることに気づく。覗き込むつもりはなかった。ただ、近づいただけだった。だが、見えてしまった。窓の奥に、動くものがある。人。声が、喉に引っかかった。それは、あまりにも小さかった。1センチにも満たない。それなのに、頭と胴と手足があり、完全に人の形をしている。さらによく見ると、目と鼻と口の位置までわかる。一体ではなかった。いくつもの小さな人影が円盤の中を行き交い、互いに指差し合うような仕草をしている。音は聞こえない。だが、動きだけで分かってしまう。生きている。無理だ。健太の声が震えた。手から力が抜け、円盤を落としてしまう。地面に落ちるはずの円盤は落ちなかった。地面から数センチ浮いたところで止まった。健太は後ずさった。大人呼んでくる。それだけ言い残し、茂みを飛び出して走り去った。まなみは一人残された。胸が苦しく、足が動かない。視線を戻すと、円盤はふわりと浮き上がり、静かに回転していた。音はない。風も起きない。ただ、位置だけが変わる。円盤は、まるで意志を持つかのように、ゆっくりと茂みの奥へ進み始めた。子供が入り込めないほど密集した草の中へ、ためらいもなく向かっていく。
まなみは追えなかった。声も出なかった。円盤はそのまま茂みの奥へと消えた。草が揺れたが音はしない。最初からそこに何もなかったかのようだった。まなみはしばらくその場から動けなかった。その日の夕方、公園で見つけた不気味な UFO のプラモデルの噂が子供たちの間に広がった。誰かの悪ふざけだとか、ドローンだとか、もっともらしい説明が次々に付け加えられていった。だが、まなみは知っている。あれはおもちゃではなかった。その日の夕方には、学校中に公園で見つけた不気味な UFO の模型の話が広まり、噂はますます尾ひれがついていった。子供たちの間で、その円盤がどこから来たのか、そして本当には何が入っていたのか、謎と恐怖が広がっていった。その噂は、いつき、翔太、大輝にも伝わってきた。第8章、先行。大輝は夢を見ていた。夢の中で自分の体が透明になっていく。皮膚の下にあるはずの筋肉も骨も薄いガラス細工みたいに透け、内側に空が見えている。空というよりどこにも属さない暗さだ。暗いのに深い。深いのに底がない。そこへ誰かが指先でそっと押した。押された場所が音もなくへこんだ。へこみがへこみのまま抜けていった。紙に穴が開くみたいに。でも紙じゃない。肉なのに肉じゃない。抜けた瞬間に本来ならあるべき熱さも痛さも全く来ない。ただ何かが抜けたという事実だけが残る。その穴の向こうに星があった。星がこちらを見ていた。大輝はそこで目が覚めた。カーテンの隙間から朝の光が差していて、部屋の空気はいつもの寝汗と洗剤の匂いが混じっていた。枕元のスマホの画面にはいつもと同じ時間が表示されている。世界は普通だ。普通の朝だ。だから夢なんてすぐ忘れるはずだった。それなのに胸のどこかだけが冷たかった。大輝は布団の中でゆっくりと体を起こした。寝起きのだるさに紛れて違和感がある。寝違えたのとは違う。どこかが痛いわけではない。ただそこがあるはずなのにある感じがしない部分がある。最初は自分の服がよれてるだけだと思った。パジャマの裾をつまみ腹のあたりを見下ろす。肌の色、体毛の薄さ、小さなほくろ、どれもいつも通り。けれどいつも通りのはずの皮膚にいつも通りじゃない欠落があった。腹の右側、肋骨の少し下、そこに円筒形の穴が開いていた。直径は鉛筆の太さより少し太いくらい。深さは覗き込んだだけではわからない。皮膚が裂けた跡もなく血も出ていない。傷口の赤さもない。縁は滑らかすぎるほど滑らかで、まるで最初からそういう形で作られた穴みたいだった。大輝は息を止めた。指を伸ばしてみた。触れても痛みはない。むしろ触っているのに触っていない感触だった。皮膚の縁に指が当たっているのに指先がここは人体だと認識できない。輪郭だけがある。体温だけがある。だがその内側がどこにもつながっていない。穴の断面は血の色でも肉の色でもなかった。艶のある黒、黒というより黒々とした何か。光を吸うのにどこか濡れて見える。水でも油でもない。穴の内側は質感だけがあって材質が決まらない。大輝はなぜか陶器という言葉を思い浮かべた。だが陶器は冷たいはずだ。これは冷たさではなく温度の概念が届かない感じがした。何これ。声に出したつもりだったが音にならなかった。大輝は慌てて服を着た。シャツで穴が隠れると見えなくなる分逆に怖かった。見えないところに穴がある。穴があることを知ってしまった体で普通の朝を続けなきゃいけない。台所で母親が朝食を作っていた。味噌汁の匂いがしてテレビの音がして冷蔵庫が低くうなっている。母親がおはようという。大輝もおはようという。いつも通りの交換。そのいつも通りが大輝の喉をひどく乾かした。今この瞬間自分の腹に穴が開いている。それなのに母は味噌汁の具を気にしている。世界は何事もなかったかのように進行している。この感覚は最近も感じた。変に落ち着いた感じに似ていた。それは蓮が死んだ後、教室の空気が何事もなかったみたいに続いた。あの落差。大輝は味噌汁をすすっても味がしなかった。学校へ行く道はいつもと同じだった。空は澄んでいて、住宅地のコンクリートが朝日に照らされて白く眩しい。犬の散歩をしている老人がいて、自転車がすれ違って
コンビニの前にはいつものように配送車が止まっている。全部いつも通りだ。なのに大輝だけが違う。穴が開いている。開いているのに誰にも見えない。見せようと思っても今さら母親に腹を見せるなんてできない。病院に行く。なんていう痛くも痒くもない穴をどう説明する。それに説明した瞬間に説明が現実になってしまう気がした。口にしたら穴はただの穴じゃなくなる。名前がついてしまう。名前がつくのは怖い。廃屋のテレビもそうだった。見ただけなのに見たことが縁になった。理屈を知ったことで巻き込まれた。確か図書館に皆で集まった時、翔太が言っていなかったか。理解は救いにならない。理解は呪いになる。教室についても大輝は落ち着かなかった。机に座っているだけで腹の穴の存在が気になり続ける。服が肌に触れるたびにここが抜けてると思い出す。穴は痛みを出さないくせに意識だけを吸い寄せる。授業中、黒板の字が頭に入らない。鉛筆でノートを取ろうとしても手の動きがぎこちない。自分の体が自分のものじゃない感じが強くなる。穴の向こうに何か別の場所がある。その場所がこちら側の体を少しずつ奪っていく。休み時間、トイレに行くふりをして人気のない階段の踊り場に隠れた。大輝はシャツをまくり腹を見た。穴は増えていた。昨日までの自分には当然そんな昨日はないのに、頭の中で朝より増えてるという判断が確信として立ってしまう。朝見つけた穴のすぐ近くにもう一つ同じような円筒形の穴ができていた。直径が少し小さい。だが縁の滑らかさと内側の艶のある黒は同じだった。大輝は背中に冷たい汗が流れるのを感じた。そして次の瞬間、穴の形が変わった。変わったというより変わっている最中だった。円筒だったはずの穴の輪郭がゆっくりとずれていく。縁がほんのわずかに歪む。正円が楕円に近づき、楕円が角を持ち始める。角ができるとそれは三角形のようにも見え、次の瞬間にはその角が丸く溶ける。形がどれかに決まらない。しかもその変化は皮膚が裂けて起こっているのではない。皮膚は裂けない。血も出ない。肉も見えない。ただ穴の輪郭が最初からそこにあった穴の規格を差し替えるみたいに静かに更新されていく。さらに位置が動いた。ほんの数ミリ。だが確かに穴は腹の上を滑るように移動した。皮膚の上を移動するのではなく、皮膚そのものの座標が書き換わっていくように、穴が体の表面に張り付いたものではなく、体の一部として定義された欠落であるみたいに自然に動く。大輝は息を飲んだ。痛くない。気持ち悪いのに痛くない。痛みがない分、現実味がない。現実味がないのに確かにそこにある。大輝は穴の縁に指を当てた。指先が穴の移動に合わせて勝手に追従する。追従できてしまうことがさらに怖い。人間の皮膚ならこんな風に穴が移動することはない。裂けるか破れるか腫れるか何か反応があるはずだ。反応がない。反応がないことが異常の証明になっている。大輝は穴を覗き込んだ。最初は艶のある黒が見えるだけだった。黒い素材、黒い深さ、黒い。だが目を凝らしているうちに黒の奥に微細な点が見え始めた。点は動いている。いや、動いているのは自分の目かもしれない。瞬きをした。もう一度見た。点はそこにある。点は増えた点が規則を持つ。規則は配置になる。配置は空になる。穴の内側に宇宙の景色が広がっていた。星雲の色ではない。派手な SF の宇宙じゃない。もっと現実の遠すぎる暗さ。点の密度、深さ、静けさ。そしてその静けさの中に見られているという感覚があった。目があるわけではない。顔があるわけでもない。だが視線の感覚だけがこちらに向けられている。宇宙の景色が景色であることをやめ、こちら側を観察している何かになる。大輝は反射的にシャツを下ろした。呼吸が速くなる。肺がうまく膨らまない。背中が汗で冷たい。階段の踊り場は昼なのに暗い。校舎のコンクリートの匂いが急に強くなる。遠くで誰かの笑い声がして、その笑い声が別世界の音みたいに聞こえる。やばい。声が出た声が
自分の声じゃないように響いた。その日から大輝の生活は壊れた。穴は増えた。増え方が増殖ではなく追加だったのが嫌だった。傷が広がるのではなく腫瘍が増える。体が壊れていくのではなく体の定義が書き換えられていく。朝起きると新しい穴がある。学校の途中で穴の形が変わっている。夜風呂に入ると穴の円が回転しているように見える。回転といっても穴がぐるぐる動くわけじゃない。輪郭がゆっくりとしかし確実に角度を持つ。円のはずのものが一定の方向性を帯びる。穴がこちら側の空間を削っているように見える。削られた部分は血肉ではなく艶のある黒に置き換えられる。黒は宇宙の入り口になる。大輝は食欲が落ちた。何を食べてもどこかへ吸い取られていく気がした。穴の向こうへ、自分の体の内側にある向こう側へ眠ろうとすると夢に穴が出た。穴から宇宙が見える夢。宇宙の中に何かがいる夢。何かがこちらへ手を伸ばしてくる夢。だが手が伸びてきても痛くない。痛くないから夢だと断言できない。夢なのに現実と同じ種類の無抵抗で侵入される。その無抵抗が精神を壊した。大輝はだんだん学校へ行けなくなった。最初は遅刻、次に早退、最後には欠席が続いた。母親は心配して病院へ連れて行こうとしたが、大輝は拒んだ。医者に見せたら穴は病気として確定してしまう。確定したら逃げ道がなくなる。逃げ道がなくなるのは怖い。怖いから拒んだ。怖いから布団に潜った。布団の中で穴が増えていく気がした。実際に増えているのか、増えているように感じるだけなのか、わからない。わからないまま穴は存在する。存在するまま形が変わる。変わるまま宇宙が覗く。その頃大輝の家には翔太たちが何度か様子を見に来た。だが大輝は会えなかった。会いたいのに会えない。会ったら穴を見られる。見られたら言葉にしなきゃいけない。言葉にしたら現実になる。現実になったらもう戻れない。大輝はただ怯えていた。体の中に穴がある。穴の向こうに宇宙がある。宇宙がこちらを見ている。そして自分が自分のままではいられなくなる。蓮が死んだ。大輝はそれを遠い出来事として捉えたかった。だが蓮の墓前に出た小さな UFO と人間は死ぬとみんな UFO になるんだよという声が大輝の記憶にこびりついていた。死は終わりではない。死は別の保存形式に変換される。その保存形式が UFO だとしたら、そして今自分の体に開き始めている穴がその保存形式への変換口だとしたら、大輝は怖くてたまらなかった。死ぬのが怖いんじゃない。死に方を奪われるのが怖い。死んだ後に墓にも入れない。幽霊にもなれない。ただ意味もなく輪郭もなく冷たい何かに保存される。世界の外側へ追い出される。その恐怖が大輝の日々の生活をすりつぶした。そしてある日、翔太は樹の家の前で樹を呼び止めた。夕方の空は薄く曇っていて、団地の廊下を風が抜ける。夏が終わりかけているのに空気だけが重い。樹は翔太の顔を見てすぐに何かを察した。翔太は声を潜めた。大輝、学校来てない。樹はうなずいた。知っている。噂で聞いた。担任の口ぶりでも分かった。けれどその知っているを言葉にするのが怖かった。翔太は続けた。大輝のお母さんの話だとノイローゼになったって、体にくり抜かれた跡が増えていくって。樹は一瞬呼吸を止めた。廃屋のテレビ、蓮の死、墓前の小さな円盤、公園で拾われた UFO の噂、穴の中の宇宙、全部が一本の線でつながっていく。線がつながるほど逃げ道が消える。樹は喉の奥が冷たくなるのを感じた。やっぱりあの家だ。翔太はうなずいた。うなずき方が決意というより諦めに近かった。怖いのに行くしかない。行かなければこちら側が削られる。何もわからないまま保存形式だけが決まっていく。翔太は言った。あの廃屋から全部始まったじゃんか。わけわかんないままなのが一番まずい気がする。ちゃんと一回見た方がいい。樹は否定しようとして言葉を探し、
結局何も言えなかった。その場に返事のない時間だけが流れた。返事をした瞬間に戻れなくなる気がしたからだ。しかし行かない選択をしたところでどうなるというのか。蓮は死んだ。大輝もおかしくなってしまった。樹はかすれた声で言った。行こう。廃屋へ向かう道は夕方になるほど影が濃くなる。風の音がさっきより不気味に聞こえる。足音が自分たちの後ろからついてくるみたいに反響する。近づくにつれ空気が冷たくなっていく気がした。樹はすぐには歩き出さなかった。夕方の空を見上げ息を一つ吐く。冷たい空気が胸に入ってくる。その感覚が現実に戻してくれるようで同時に心細かった。その前にさ。樹が言った。翔太は足を止めた。いきなり行くのはやめないか。樹は自分でも理由をうまく言葉にできないまま続けた。逃げたいわけじゃない。でもこのまま行くのはちょっと。翔太は何も言わなかった。否定もしなかった。その沈黙が樹には救いだった。翔太も同じことを考えていると分かったからだ。樹は言い切る前に一度言葉を切った。こういう時行く場所ってあるんじゃないか。翔太はしばらく考えてからゆっくりうなずいた。怖いから行くのではない。助けてもらえると信じているわけでもない。ただそこを通るべきという感覚が不意に湧いたのだった。うん。翔太はそれだけ言った。二人は廃屋とは逆の方向へ歩き出した。足取りは重かったが迷いはなかった。遠回りでも立ち止まりでもない。これは戻るための準備だった。夕方の街はいつもと変わらない音を立てていた。どこかで走り去るスクーターから遠くに聞こえるエンジン音、買い物袋と雑多に買い込んだ品物が擦れる音、誰かの家から流れるテレビの声。その日常の中を歩きながら二人は自分たちが少しずつ外側へ押し出されていくのを感じていた。第9章特進。翔太と樹の視界の中にやがて団地から少し離れた場所にある小さな神社が見えてきた。古い鳥居は朱色が剥げ、境内は決して広くはないが掃除は行き届いている。落ち葉は隅に集められ、手水舎の水も澄んでいた。生活圏の中にあるごく普通の神社だった。拝殿の前に立つと神主が姿を現した。年配の男で白い装束に身を包み、二人を不思議そうに見ている。どうされましたか。穏やかな声だった。人に向けて発せられた言葉だというだけで翔太は少し息がしやすくなった。廃屋で変なものを見たんです。翔太はできるだけ簡単に説明した。友達が死んだこと、理解できないものを見たこと、体に異変が起きている友達がいること、すべてを話したわけではないが、神主は途中で遮らず最後まで聞いた。それはおつらいですね。神主はそう言って二人を本殿へ招き入れた。祝詞が唱えられ、鈴の音が静かに響く。形式は翔太たちの知っていると感じられるものだった。これまで何度もどこかで見てきたと感じさせる、安心できる手順だった。だがその最中だった。鳥居の向こうから境内へ向かって淡い光が差し込んだ。光は強くはない。夕方の空の色に溶け込むように静かに揺れている。その中心に乗用車ほどの大きさの円盤が浮かんでいた。音もなく揺れもない。まるで最初からそこにあったかのようだった。神主が言葉を失った。これは。驚愕の声が漏れ、足元がふらつく。神主はその場に膝をつき手をついた。祝詞は途切れ、鈴の音も止んだ。誰も次に何をすればいいのかわからなかった。円盤は鳥居の内側に侵入することも破壊することもなかった。ただそこにあるだけで神社という場所の意味を奪っていた。翔太と樹は顔を見合わせることもなく境内を飛び出した。ダメだ。ここも安全じゃない。樹の声は震えていた。闇雲に駆け出した二人はいつの間にか神社の裏手に回り込む形になっていた。玉砂利が途切れ、足元は土に変わる。息が上がり、二人はそこで走るのをやめ、歩きながら周囲を見回した。低い柵の向こうに古い墓石が並んでいるのが見えた。どれも背が低く、文字の読めないものも混じっている。草の間から覗く石の頭が均等ではない高さで並んでいた。二人は墓地の入り口で一度だけ足を止めた。入っていいのかどうか考えたわけではない。ただすぐに踏み込む気になれなかった。しばらく立ち尽くした後、どちらからともなくまた歩き出した。神社と隣接した寺の境目は思っていたよりも曖昧だった。
つい今しがた鳥居をくぐった記憶がまだ体に残っているうちに、気づけば寺側の敷地らしい墓地の中を歩いていた。二人はしばらく言葉を交わさなかった。どこへ行くべきかではなく、まだ行ける場所が残っているかを考えていた。二人の足は自然と視界に入ってきた寺の建物へと向かった。自念寺は団地の近くにある古い寺で、葬式や法事のたびに足を運んできた場所だった。死を扱う場所であり、だからこそここなら何かがわかるかもしれないという期待が残っていた。本堂に入ると線香の匂いが濃く、空気がひんやりとしていた。住職が二人に気づき、静かに近づいてくる。どうされましたか？翔太はこれまでのことを簡単に話した。廃屋のこと、見てしまったもののこと、友達に起きている異変のこと。住職は途中で遮らず、落ち着いた様子で聞いていた。心を鎮めなさい。これからお経を唱えます。住職はそう告げ、二人を仏壇の前に座らせた。声を低く抑え、経を唱え始める。調子は一定で、聞き慣れた響きだった。形式は、これまで何度も見聞きしてきたものと変わらない。だが、その時だった。仏壇の奥から光が漏れ出した。最初は、ろうそくの揺らぎかと思った。だが、次の瞬間、小さな円盤が現れた。一つではない。仏壇の中から、次々と浮かび上がってくる。灰皿ほどの大きさの円盤が、静かに、感覚を保ったまま現れていく。異様な音が、本堂に満ちた。金属とも風ともつかない、低い振動のような音だった。音というより、空間そのものが震えているようでもあった。住職の度胸が途切れた。なんと。言葉を失い、住職は仏壇を見つめたまま動かなかった。経は止まり、線香の煙だけがゆっくりと立ち上っている。住職の視線は、仏壇と円盤の間をただ往復するばかりであった。ここにあるはずの前提、死、供養、成仏、それらを並べて考えようとした。しかしその思考自体が空転している。住職は無意識に読み慣れ暗記した経文の中からかかる事態で唱えるべき文言を探していた。次に唱えるべき言葉がどこかにあるはずだと思った。だがどの言葉もこの光景の前では意味を結ばなかった。住職は最後に小さく息を吐いた。わからない。それは恐怖の言葉ではなかった。教義としての幸福だった。誰も信じられない。翔太は思わず叫んでいた。ここでもダメだった。ここにも助けはなかった。翔太と樹は本堂を飛び出した。二人は境内の石段を駆け下っていった。第10章、離檀その1。寺を出た後、二人はすぐには動けなかった。境内の外、石段を降りたところで立ち尽くし、どちらからともなく足を止めた。夕方の空は穏やかで、薄い雲が流れている。遠くでカラスが鳴き、車の音や人の声も、いつも通りに聞こえていた。世界は正常だった。その正常さだけが、二人から切り離されているように感じられた。なあ、翔太が、ようやく口を開いた。今の、お前も見たよな。樹は答える代わりに、ゆっくりとうなずいた。否定する理由がなかった。二人とも、はっきりと見てしまっている。仏壇の前に列をなして並んだ小さな円盤。神社も寺も樹は言いかけて言葉を切った。どこにも助けはなかったな。翔太は何も言えなかった。助けがなかったというより、助けという概念そのものがもうこの世界に存在しない。そんな感覚だった。祈れば届く、供養すれば救われる。そういう前提が音もなく削り取られている。二人は自然に同じ方向を見た。団地の外れ、雑木林の向こう、あの廃屋がある方向だった。戻るしかないよな。翔太の言葉は相談でも確認でもなかった。すでに決まっていることを口に出しただけだった。樹は喉の奥が冷たくなるのを感じながら小さく答えた。うん。怖いから行かない。危ないから戻らない。その順序が完全に逆転していた。怖いから行く。危ないから戻る。逃げ場がないから一番危ない場所に行くしかない。廃屋へ向かう道は夕暮れに沈みかけていた。草の影が長く伸び、用水路の水が暗い色に変わっている。足音がやけに大きく聞こえた。二人分の足音なのにもっと多い気がした。振り返っても誰もいない。聞こえる。樹が言った。何が？自分の心臓の音。翔太は耳の奥が詰まるような感覚を覚えた。確かに鼓動がうるさい。激しい運動で心臓の音が聞こえているときは体を動かすのをやめればいずれ音は止む。しかし今鳴っている音はこれをすれば止むという明快な対応関係になっている行為がないまま
頭と耳の中で鳴り続けている。廃屋が見えてきた。昼間に見た時と形は同じだ。壊れかけの屋根、色あせた外壁、半分開いた玄関。なのに距離感が違う。近づいているはずなのになかなかたどり着かない。なんだか遠いな。樹が足を止めた。こんなに距離あったっけ？翔太も感じていた。廃屋が空間的に奥に引き伸ばされているような気がした。けれどそれは二人のただの錯覚だ。道は確かにここにある。二人はもう一度歩き出した。玄関の前に立つと空気が変わった。冷たいというより温度の概念が薄い。息を吸っても肺に入る感覚が弱い。入るぞ。翔太が言った。中は返事をしないまま、翔太が取っ手を掴んでいる扉に自分でも肩を押し当てて力をかける体勢に入った。玄関のドア、前と同じように重かった。ギーと音を立てて開く。中は暗く、懐中電灯をつけると白い光が床と壁を切り取った。前より静かだな。樹が言った。確かにそうだった。前に来た時は近くの公園からの声もわずかにだが廃屋の中でも聞こえたし、自分たちが室内を移動することで起きるかすかな音があったように思い出される。今は音がなさすぎる。床板を踏んでもきしまず、家の周りの木々の外れの音も一切聞こえない。わずかな隙間風も入ってこない。廃屋は使われていない建物ではなく、何かの生き物の内部のように感じられた。居間へ向かう廊下を進む途中で翔太は気づいた。足跡。床の埃の上に小さな跡がある。人のものではない。靴でもない。丸い点が規則正しく並んでいる。これ、樹が喉を鳴らした。 UFO の足。言葉にした瞬間後悔した。その痕跡は居間へと続いていた。居間に入るとテレビは消えていた。画面は真っ黒で砂嵐も光もない。だが消えているのに存在感がある。電源が入っていないはずなのに画面の中に奥行きがあるように感じる。またつくと思うか。樹が言った。翔太は答えなかった。その時だった。居間の奥、テレビの横、天井板と壁紙が絡み合って頭上から垂れ下がって視界を遮っている。その向こう、最初は何が起きているのかわからなかった。黒い布が床から引き上げられていくように見えたが、それは布ではなかった。背の高い人の形に近い影。頭部はフードをかぶったように広がり、肩が異様に張り出している。目の位置に赤い丸い光が2つあった。声が出なかった。それはテレビの向こうから来たものでも UFO そのものでもない。だがあれを見てしまった結果としてここに現れている存在だと直感的に分かった。それが何であるかを考える前に分かってしまった。図書館で見た古い雑誌のあの挿絵、昭和の UFO 特番に似た色あせたページ、外国の怪物なのになぜか仏像のようにも見えたあの形。フラットウッズモンスター。名前を知っていること自体がもう遅い。そいつは歩いていなかった。床に足をついていない。滑るようにこちらへ向かってくる。音もなく空気の流れも乱さない。ただ距離だけが確実に縮んでいく。逃げようという考えが浮かばなかった。体がこれは逃げられるものではないと理解してしまっているようだった。赤い光が二人を捉えた。その瞬間翔太は悟った。これは殺しに来たんじゃない。確認に来たんだ。見たか、理解したか、もう戻れないか。フラットウッズモンスターは何も語らない。だがその存在自体が最終確認だった。神も仏も救済の物語も全部無効になった後で、それでもまだ人間でいられるかを試されている。赤い光がさらに強くなる。翔太は自分の体の輪郭が薄くなっていくのを感じた。大気の穴、墓の UFO、仏壇に並ぶ円盤、全部がここへ収束している。ここが終点なのだと分かった。樹が小さくつぶやいた。もう終わりだな。その言葉に翔太からの否定はなかった。フラットウッズモンスターは二人のすぐ目の前で静止した。大実証、離断、その2。樹はフラットウッズモンスターから視線を外さずに言った。なあ。返事はなかった。翔太。ほんの一瞬だけ視線を横にずらした。床、埃、点のような痕跡。そしてもう一度隣を見る。翔太がいない。樹はそう思った。だがそのいないという判断が完全に成立する前に違和感が割り込んできた。翔太が立っていたはずの空間に何かが残っている。
人の体ではない。だが、完全な空白でもない。ごく小さな体積だった。それは、大輝の体に現れていた閃光。あの円筒形の欠落部分と、ほぼ同じくらいの大きさだった。あの時は、体の大部分がこちら側に残り、閃光だけが異質だった。今は、その比率が逆転している。こちらの世界に残っているのは、翔太のほとんど全てではない。翔太の体のごく一部だけだった。その小さな体積は宙に固定されているわけではなかった。ゆっくりと、しかし確実に回転している。大気の閃光と同じだ。円筒形の輪郭が時間をかけて角度を変え、向きを変え、一定の法則に従っているように見える。そして、その回転する体積が翔太の目の周囲を通過した。樹は、そこで初めて翔太の顔を見た。いや、顔ではない。両目だけだ。恐怖と絶望に満ちた目。白目がはっきりと見え、黒目が異様な速度で動いている。もがくように、何かを探すように、助けを求めるように、視線が定まらない。痙攣しているようにも見えた。猛烈な速さだった。その目は、確かに生きている。そして、確かに、樹を見ていた。樹は、体が動かなかった。声も出なかった。何かをしなければならないと分かっているのに、何をすればいいのかが分からない。そもそも、触れることができない。目は、何かを叫んでいるように見えた。そう感じるほど、必死だった。だが、音は、何一つ聞こえない。口がないからだ。口の部分は、その反転した閃光の体積の中に含まれていない。存在していない。あるはずの絶叫は、想像の中でしか成立しない。回転は、止まらない。小さな体積は、ゆっくりと移動を続ける。翔太の体と重なっている領域が、少しずつ、確実に減っていく。目の周囲を通り過ぎ、重なりが完全になくなった瞬間、翔太という存在は、樹の視界から消えた。何かが弾けたわけでもない。吸い込まれたわけでもない。ただ、対応する部分がなくなった。樹の視界に、翔太を構成する要素が、もう、一つも残っていない。それが翔太の終わりだった。第10章、離断、その3。樹は、考える前に体を動かしていた。翔太が消えた場所を、もう一度見ようとはしなかった。見れば、何かが確定してしまう。確定した瞬間に、自分も同じ処理を受ける気がした。廃屋の中の空気は、さっきまでとは違っていた。重いのではない。人間が存在してはいけない密度に変わっている。背後で、床板がわずかになった。それがフラットウッズモンスターの動きなのか、それとも廃屋がきしんだだけなのか、樹には判別できなかった。判別しようとした時点で、もう遅いのだと分かっていた。樹は走った。廊下を曲がり、柱に肩をぶつけ、転びそうになりながらも足を止めなかった。振り返らない。振り返れば、そこに何があるかを知ってしまう。知ることは、助かることではない。ここまでで、嫌というほど思い知らされていた。玄関が見えた。外の光が、異様に明るい。夕方のはずなのに、昼と夜の境目がはっきりしない。廃屋の中と外で、世界の仕様が違っている。その境界を越えなければならないという確信だけが、樹を前へ押した。樹は、廃屋を飛び出した。冷たい空気が肺に流れ込む。草の匂い、土の匂い、遠くの道路の音、すべてが現実だった。現実であることが逆に怖かった。ここはまだ人間の世界だ。だが、それがいつまで続くのかはわからない。しばらく走ったところで腕をつかまれた。数分のような気がしたが、10分以上全力で走っていたのかもしれない。樹自身にもわからなかった。おい、どうした？警察官だった。制服の感触、無線機の重み、声の調子。樹は抵抗しなかった。抵抗する理由も気力もなかった。友達が。言葉はそこで止まった。続きを言おうとすると喉が詰まる。翔太の名前を出そうとして言葉が止まった。警察官は樹の状態を見て無理に話をさせようとはしなかった。保護という言葉を使い、無線で何かを伝えた。その手際の良さがひどく頼もしく見えた。すぐに他の警察官2名が到着し、騒ぎに関心を持った近所の大人たちも数名集まってきた。しばらくして一人の女性が現れた。その女性は樹を保護した警察官とはまた別の警察官に呼ばれて、樹からまだ距離のある場所で立ち止まる。樹はその姿を目で追う。女性は警察官の説明を聞き、何度かうなずき、頭を下げた。やりとりは短く、特別なことは何もなかった。やがて女性がこちらへ歩いてくる。樹。母が目の前にいた。少し息が乱れている。走ってきたか足早に歩いてきたせいだろう。
律樹は何も言わなかった。言葉が出てこなかっただけだ。母はそのまま律樹の前に立った。距離は近い。母の顔がはっきりと見える。律樹はただそれを見ていた。母は律樹に告げた。人間は死ぬとみんな UFO になるんだよ。律樹は叫んだ。この人はお母さんじゃありません。声は夕方の空に放り出され、何の答えも返ってこなかった。周囲の大人たちの数人かは一瞬振り返った。しかしそれは律樹の言葉の内容に振り返ったのではなく、ただその音量に振り返っただけでそれ以上の関心を持たなかった。母は穏やかな様子で律樹の前にそのまま立っている。ただそこに立っていた。律樹はその場から動けなかった。蓮は死んだ。大輝も戻らない。翔太は消えてしまった。神社も寺も何もしてくれなかった。世界はすでに別の形式で運用されている。律樹だけがそれを知っている。それが最後に少年に残ったものだった。第11章、戦意。夕刻。空はまだ明るく、街はいつもと変わらない音を立てていた。買い物帰りの主婦たちの足音、遠くで鳴る自転車のベル、どこかの家から漏れてくるテレビの音、庭先に置かれた苔むした水槽へ空気を送る小さなポンプのモーター音とかすかな気泡の音、そうした生活の音が途切れることなく重なっている。民家と民家の間に挟まれた車の通らない細い踏切がある。区画整理とは縁のない不規則な形の土地に建てられた家々。多くは木造で、外壁の色も形も高さも揃っていない。植木鉢や物干し竿が踏切のすぐそばまで迫っている。ランプはまだついていない。遮断機も上がったままだ。踏切の向こう側には特別なものは何もない。道というより路地というべき藍路が続いている。左右には民家の裏手が連なっているだけだ。踏切の中に灰皿のようなものが浮いている。アダムスキー型の UFO。音もなく動きもない。周囲では誰もそこにそんなものがあることを見てはいなかった。もしその場に誰かが居合わせていたら、その人の頭にはかつていつきと呼ばれた少年の声が聞こえたはずだ。人間は死ぬとみんな UFO になるんだよ。踏切が鳴り始める。カンカンという乾いた音。赤いランプが規則正しく点滅する。遮断機が降り始めた。以上。